皆さんこんばんは。ゆったりとした夜のひとときに少しだけ耳を傾けていただけたら嬉しいです。私たちのこの穏やかな日常が、実は目には見えないけれど、誰かの静かな善意によってつながれた一本の命綱に支えられている、そんな風に考えてみたことはありますでしょうか。今回はその見えざる命綱、日本の献血という仕組みが紡いできた知られざる物語の扉を皆さんと一緒にゆっくりと開いてみたいと思います。献血と聞くと、多くの人があの腕に針を刺す少しだけチクリッとする瞬間を思い浮かべるかもしれませんね。でも、その先に集められたたった一滴の血液の中には、実は日本の社会を根底から変えた歴史的な出来事や、医療の最前線で繰り広げられる科学者たちの静かな挑戦、そして見ず知らずの誰かの未来を思う人々の温かい心がぎゅっと詰まっているんです。今日は普段はなかなか意識することのない、その壮大で、そしてとても人間的な物語の世界へと皆さんをご案内したいと思います。さて、物語の始まりは、日本がまだ戦争の傷跡から立ち上がり、復興の道を懸命に歩んでいたあの時代にまで遡ります。今でこそ私たちにとって献血は当たり前の制度ですけれど、当時は全く違う仕組みで成り立っていました。それは善意ではなくお金で血液が売り買いされる武血と呼ばれた時代です。そこには戦後日本の光と、そして深い影が色濃く混在していたんですね。当時の血液供給というのは、そのほとんどをこの輸血に頼っていました。背景には、日々の暮らしに困って自分の血液を売ることで、なんとか生活の糧を得ていた人々がいたという非常に切実な現実があったんです。しかし、考えてみてください。何度も何度も繰り返し自分の血液を売ったら、体はどうなってしまうでしょう。当然、体は深刻な貧血状態に陥ってしまいます。そうした方々の血液は、命を支える赤い色素、つまり赤血球が極端に少なくて、血小という黄色い液体成分が目立つことから、いつしか黄色い基地とそう呼ばれるようになりました。この血液は輸血をしても十分な効果が得られないばかりか、栄養状態の悪さから肝炎ウイルスを持っていることも多く、輸血を受けた患者さんにかえって病気を広めてしまうという、なんとも悲しい連鎖を生み出してしまっていたのです。この深刻な状況がある一つの事件をきっかけに劇的に動き出すことになります。1964年のことです。当時の駐日アメリカ大使であったエドミン・ライシャワー氏が暴漢に襲われ負傷するという大変ショッキングな事件が起きました。幸い命に別状はなかったのですが、本当に問題だったのはその後のことでした。手術の際に受けた輸血が原因で、ライシャワー大使はなんと感染に感染してしまったのです。国の重要な賓客が日本の医療現場で提供された血液によって病気になってしまった。この事実は政府な国民に計り知れないほどの衝撃を与えました。日本の血液は危険だ。そんなイメージが世界中に広まりかねない、まさに国家的危機だったわけです。このライシャワー事件を非常に重く見た政府は、ついに売血制度を根本から見直すことを決断し、無償のボランティア献血へと大きく舵を切ることを閣議決定します。そこからですね、10年という長い歳月をかけて、1974年にようやく民間の商業血液銀行がすべてなくなり、100% 献血による供給体制が確立されました。そしてさらに時を経て、1982年、献血手帳から記念品の記録をなくすなど、見返りを一切求めない純粋な善意だけに基づく現在の制度がここに完成したのです。たった一つの事件が国の医療の在り方を根底から変えた、まさに歴史の転換点でした。このように多くの人々の努力と、そして歴史的な決断を経て確立された日本の献血制度。しかし、善意によって集められたその貴重な血液を本当に必要としている患者さんのもとへ無事に届けるまでには、実はもう一つの大きな壁が立ちはだかっているんです。それは時間との静かな戦いです。ここからは少し私たちの体の中を流れる血液というものの科学的な側面に一緒に目を向けてみましょう。献血でいただいた血液は、実はそのままの形で使われることは今はほとんどありません。こちらの表にあるように、
まず、遠心分離という方法で大きく3つの成分に分けられます。一つは酸素を運ぶ赤い粒、赤血球。そして栄養などを運ぶ黄色い液体、血小。最後が出血を止める働きをする血小板です。この3者はそれぞれ全く性質が違うので保存方法も全く異なります。例えば血小はマイナス20度以下でカチコチに凍らせることで1年間というかなり長い期間保存できます。赤血球は冷蔵庫と同じくらいの温度でおよそ3週間から4週間。しかし、この中で一つ、極端に命が短い成分があることにお気づきでしょうか？そうなんです。血小板製剤です。その有効期間はわずか4日間。たったの4日間なんですね。これは驚くべき短さだと思いませんか？例えば、金曜日に献血していただいた貴重な血小板は週末を挟んだらもう月曜日には有効期限が来てしまうかもしれない。それほどの時間との厳しい競争が常に医療の裏側では繰り広げられているということなんです。ではなぜ血小板だけがこれほどまでにデリケートなのでしょうか？その理由は血小板が持つとても気難しい性質にあります。血小板は冷やしてしまうと出血を止めるという一番大切な機能が弱まってしまうんです。かといってそのまま置いておくと今度は本来の仕事である固まるという性質が働いて血小板同士がくっついて塊になってしまう。ですから人間の体温に近い20度から24度という室温を厳密に保ちながらまるで赤ちゃんをあやすゆりかごのように常に優しくゆっくりと揺らし続けなければならないんですね。この本当に繊細な性質とわずか4日間という短い命。これこそが血液事業における在庫管理、いわばサプライチェーンの最も難しく神経を使う部分だと言われています。このように時間との戦いを強いられる非常にデリケートな血液。ですが、もう一つ忘れてはならない大きな戦いがあります。それは私たちの目には見えないウイルスなどのリスクとの戦いです。ライシャワー事件の苦い教訓から日本の血液事業は世界で最も厳しいと言っても決して大げさではない徹底した安全管理体制を時間をかけて築いてあげてきました。その安全を守る仕組みはいわば二重の頑丈な砦で守られているとイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。まず最初の砦。これが献血に来てくださった方一人一人に対して行われる非常に詳しい問問です。これはリスクをいわば水際で防ぐための大切なステップです。そしてその最初の砦を通過した血液だけが2つ目の砦へと進みます。そこでは最先端の科学技術を駆使した非常に高度な検査が待ち構えているのです。この二重のチェック体制によって限りなくゼロに近い安全性を今も追求し続けているんですね。では、その最初の砦である問診では、具体的にどんなことが聞かれるのでしょうか。例えば、今飲んでいるお薬について。薬によっては、血液の成分に影響を与えてしまうものがあるからです。もちろん、最近の体調も詳しくお聞きします。そして、特に重要視されるのが、海外への渡航歴です。いつ、どの国や地域にどれくらいの期間滞在したか。これはその土地特有の感染症のリスクがないかを判断するために非常に大切な情報になります。これらの丁寧な質問の一つ一つが献血してくださる方の健康を守ると同時に輸血を受ける体の弱った患者さんをあらゆる危険から守るためのまさに命綱ともいえるプロセスなのです。この問診がいかに厳格であるか、それを象徴するような少し興味深いルールがあります。1980年代から90年代にかけて、ヨーロッパ、特にイギリスで、狂牛病、VCJD という病気が大きな社会問題になったのを覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。この病気の原因となる物質が、輸血によって人に感染する可能性がゼロではないと指摘されています。そのため日本では、そのリスクを完全に排除するという考え方から、1980年から1996年の間に、イギリスに合計で31日以上、つまり約1ヶ月以上滞在した経験がある方は、大変申し訳ないのですが、献血ができない
というルールが今も定められています。科学的な知見に基づいてほんのわずかな可能性も見逃さないという日本の安全対策の哲学を示す非常に象徴的な一例と言えるでしょう。そして厳しい問診という第一の砦をクリアした血液はいよいよ最後の砦である検査へと進みます。ここで活躍するのが NAT、NAT。日本語では拡散増幅検査と呼ばれる驚くほど感度の高い検査技術です。昔の検査はウイルスに感染した後に体の中で作られる抗体というタンパク質を見つけるものでした。でもこの抗体ができるまでには数週間ほどの空白期間、ウィンドウピリオドというものがあって、この間はウイルスに感染していても検査をすり抜けてしまう可能性があったんですね。しかしこの NAT という技術はウイルスの遺伝子そのものを直接何百万倍にも増やして検出するという画期的な方法です。これによって感染して間もないごくごく微量のウイルスさえも見逃すことがなくなりました。さらに2020年からは食べ物などを介して感染する E 型肝炎ウイルスも検査対象に加わるなど、この安全への追求には終わりがないんですね。今この瞬間も静かに進化し続けているのです。このように歴史的な教訓を乗り越え、科学の力で世界トップクラスの安全性を実現してきた日本の献血事業。しかし今、全く新しい、そして静かなる危機に直面しています。それは技術や制度の問題ではありません。私たち日本の社会そのものの変化がもたらす未来の担い手不足という大きな課題です。皆さんもご存知の通り、日本の社会は少子高齢化の道を急速に進んでいます。その影響は献血を支える人々の層にも静かに、しかし確実に現れています。特に10代から30代といった若い世代の方々で献血に協力してくださる方の数が年々減り続けているのです。一方で医療はどんどん高度になり、また社会全体が高齢化していく中で輸血を必要とする患者さんの数はむしろこれから増えていくと予測されています。献血できる人が減り、輸血を必要とする人が増える。このままでは将来必要な時に必要な血液を安定的に確保できなくなってしまうかもしれない。これは私たちの医療の土台そのものを揺るがしかねない非常に深刻な問題なんですね。この静かなる危機に対して日本赤十字社は実にユニークで、そして現代的な一手を打ち出しました。それはただ正面から献血にご協力くださいと呼びかけるだけではなく、若者たちが夢中になっている世界、つまりアニメやゲームといったポップカルチャーの力を借りるという全く新しいアプローチだったんです。例えばこちらです。シリーズ累計で数百万部を超える大人気の医療ミステリー小説が原作のアニメ、天草顔の推理カルテとのコラボレーション。これは医療がテーマの作品ということもあって、とても親和性が高いですよね。キャンペーンの期間中に献血に協力すると、この企画でしか手に入らない特別な描き下ろしイラストのクリアファイルがもらえるといった企画です。作品のファンにとっては、献血会場に足を運ぶ素敵なきっかけになりますよね。続いてはこちら。社会現象にまでなった大人気のラブコメディ、僕の心のヤバいやつです。一見すると献血とはあまり結びつかないように思えるかもしれません。でも、実はそこが重要なポイントなんです。こうした作品と連携することで、これまで献血は自分とはあまり関係ないかなと思っていたそう。つまり、医療や社会貢献に特別強い関心があったわけではない若いファンたちに、あ、自分の好きな作品が応援しているなら、一回行ってみようかなと思ってもらう。その最初の一歩を踏み出すきっかけを作ることが、この戦略の大きな狙いなんですね。そして予測不可能な展開で話題のオリジナルアニメ、週末トレインどこへ行く？こうして見てみると、本当に多様なジャンルの作品と次々に連携していることが分かって、非常に興味深いですよね。これは献血という社会貢献活動に推し活、つまり自分の好きなキャラクターや作品を応援する活動という新しい価値観を結びつけようという取り組みなんです。推しのために献血に行くという行動は、誰かのためという少しぼんやりとした動機よりもずっと身近でパワフルな動機になりうるのかもしれません。
これは現代の若者の心を深く理解した非常に巧みな戦略と言えるのではないでしょうか。こうして歴史から科学、そして現代のカルチャーまでを旅してくると、日本の血液事業がこの先もずっと続いていくためには、まるで車の両輪のように2つの要素が欠かせないということが見えてくるような気がします。一つは、ナット検査のように常に科学技術の最先端を取り入れ、安全性をどこまでも追求し続けるという、いわば理性の車輪。そしてもう一つは、今回ご紹介したアニメとのコラボレーションのように、時代の空気や人々の心の動きに優しく寄り添い、共感の輪を広げていくという感性の車輪。この2つの車輪がうまく噛み合って初めて、私たちの命縄は未来へと力強く進んでいけるのかもしれないですね。私たちの社会を、その陰で静かに支え続けてくれている、この見えざる命縄。それは決して当たり前にそこに存在しているものではありません。多くの人々の苦悩と決断の歴史の中で築かれ、科学の力で懸命に守られ、そして今、新しい世代へとそのバトンが渡されようとしています。社会が変わり、人々の価値観がますます多様になっていく未来の中で、この温かい善意の連鎖を、私たちはどうすれば次の世代につないでいけるのでしょうか。アニメとのコラボレーションに以外にも、きっとたくさんの素敵なアイデアがあるはずです。今日のこの物語が皆さんの心の中に何か小さな問いかけや考えるきっかけを残せたとしたら嬉しく思います。本日は最後まで静かにお付き合いいただき本当にありがとうございました。